っしゃしゃー。よっしゃー。よいしょー。はい、飲みます。さあ今日ははい。忘年会です。忘年会です。今年ももうすぐ終わりますね。はい。今年はどんな一年だったでしょうか。はい。そんなことを振り返りながら、はい。お酒を飲んで美味しいご飯を食べていこうと、そういう会でございます。そうでございます。はい。はい。ということでまずは乾杯しましょう。はい。いただきます。じゃあいただきますじゃないか。はい、乾杯お疲れ様。はい。ああ、うまっ。うまっ。なんで家にいるのって思った方いますよね、きっとね。はいはいはい。そう、今私の実家に帰省しております。そうです。はい。ゆいの実家にちょっと年末なのではいお邪魔してます。さあ。ということで、はい。今日はもう忘年会ですよ。はい。今回のご用意したのはこちらです。ででーん。唐揚げたち。はい。これはね、横須賀で私たちが大好きな鶏からっていう唐揚げ屋さんで大量に買ってきましたと。はい、そうです。そういうわけです。これマジでうまい、ここ。うん。でっかいのよ、これ。でっかい、ほら。すごいよね。これでっかいですよ、この。すごいよね。マジで大きいの。いただきます。いただきます。うん。うまっ。うまっ。あー、最高ですね。うますぎる。いや、めっちゃうまい、これ。本当に美味しい。ここで1年の振り返りにね、移りたいと思いますが。はい。今年ももう終わりますけど、今年は本当にね、濃い1年でしたね。いや、本当そうですね。旅に出て、まあ、慣れない生活が始まりましたけど。だって、年始まだ仕事してたんだよ、2人とも。うん。途中から辞めて、無職になり、旅に出るっていうすごい濃いさ。一緒に住んでたしね、最初はね。まあ、一気に生活が変わって、うんほんとなんか、怒涛の1年だったかな。そうね、仕事辞めて準備して濃かったね。よかったけど、なんか結構、なんだろうな、毎年、うんやっぱ社会人時代って、夏あたり何してたかなとか。いや結構なんか記憶が全然なかったりするけど、なんか今年はやっぱ7月山梨にいた、うん8、9北海道にいたなとか、なんか、結構濃い1年を過ごすことができたんじゃない？そうね、変化がすごい多かったからね。うん。そういった部分では、かなり充実した1年を過ごせたんじゃないでしょうか。そうだね。ということで、一件ずつなんか振り返っていきます？いいですね。そういうのやってみます？うん。まだ半年旅したのに5件しか回ってないけど、ちょうどいいんじゃない？そうなんだ。久々に会うさ、人にさ、どんぐらい回ったのとか、すごい聞かれるんだけど、まだ5件しか回ってなくて。まあ北海道のせいだよね、これは。2ヶ月以上いたからね。北海道が悪いわ。魅力的なんだもん。あいつが悪いよね。うん。というわけで、はい。まずは山梨県でしたね。山梨県でしたね。山梨もね、まずうどんがさ、うん。吉田のうどんが美味しすぎて、うん。もう1回しか行けなかったことに悔いが残るぐらい。いや、ほんとそうだね。ご飯うまかったよね。うん。やっぱウエズとね。いや、ほんとウエズですよ。皆さん、ウエズですよ。ウエズです。そうです。ウエズさんです。そうしかもつけ麺が美味しいっていう有名なお店なのにさ、たまにしかやってないその二郎系がうますぎて。たまにじゃないですけど、金堂の夜ですね。まあそうだからね。はい。たまにって言わないでください。たまにだと普段やってないけど急にやってるみたいな感じになるんで。違いますよ。ちゃんと、日時を決めてやられてるんで。まあだから本当に美味しかったんだよね。その二郎系ラーメンが。本当に。ブルーベリー狩りも楽しかったし。ああ、そうだね。濃かったな、やっぱ。なんか最初だったからやっぱ慣れずにさ、結構編集とかも時間かかってさ。そうね。全然生活に慣れなかった。私、ちょっと動画にはしてないけど、より体調悪くなっちゃったりしてね。急遽ホテルちょっと取ったりとか、もう実はあったんですよ。熱中症とかお腹痛いとか。体が対応してなかったよね、まだね。適応してなかった。そう、本当は7月中に長野県、山梨県、長野県の予定だったんだけど、まず旅に慣れてない。で、あとちょっと日和の体調が、まあ、優れなかった期間がちょっとあったり、あと、編集にちょっと時間かかってしまって、その長野県は泣く泣くちょっと断念してしまったんですけど。だから、山梨から北海道とはやっぱ予想外のことが起きるけど、スケジュールは変えられないしっていうのが、そうなんだよ。ちょいちょいありましたね。そうなんですよ。はい、そこはちょっと反省ですね。そして、はい。 2軒目は、はい。飛ばして北海道。北海道ですね。北海道は2ヶ月以上いましたから。やっぱ夏がね、快適さが違いすぎて。いや、そうね、本当に涼しい。一回動画でも多分話したけど、9月に1回こっち帰ってきたの。私の友達の結婚式が。ああ、そうだね。それでね、びっくりしたよね。全然違う。関東って
こんなに暑いのに。いや本当にそうね。なんかちょっと歩いただけで止まらない汗が流れるじゃん。そういうの北海道でなかったから、北海道行った時長袖してたもんね。うんそうね。汗かかないみたいな。うんと毎回言ってますけど、ご飯が美味しかった。いやーめちゃめちゃうまナンバーワンいっちゃう。い。北海道ナンバーワン。北海道ナンバーワンいっちゃう。北海道ナンバーワン。あ、3つ選ぶ。あ、じゃあベストそうしよう。 3で順位つけずにベスト3。だったらいけるかも。順不動みたいな。決まりました。決めましたか？はい。ちょっと待って。で悩んでる間にこれ豚辛なんですよ。こちら豚の唐揚げすごい美味しいです。これも厚切りの豚でですね、すごいカラッと揚がっててすごい美味しいです。では決めました。せーので言ってようが。一つ目せーの、チャイニーズチキンバーガーですよね。結局そりゃそうなのよ。結局なんだよな、あれは美味しいのよ。結局なんだよ。そう。悩んだの。ラッピはオムライスも本当に結構感動だったんだ。そうだね。結構俺ピザ好きだったからね。そう美味しかった、もうんうすごい悩んだんだけど、結局1日しか入れないとかなったら、チャイチキンかな。まあそうだね。やっぱあれはもう安定のそううまさ。しかもチャイニーズチキン自体も美味しいから、うんいろんなメニューに入ってたけどどれも美味しかったから、いやほんと美味しい。あいつが1位だね。じゃああいつ1位はい、チャイニーズチキンがバーガーじゃなくてチャイニーズチキンがやっぱ優あいつが勝だった。でもやっぱバーガーのバンズのやっぱ甘さと、そうね、あとマヨ一つ目か。はいそうですね二。つ目もワンチャン被るかなって思ってるんだけど、かぶる。被んないか。せーの、スパカツ。悩んだスパカツです悩んだ。俺結構スパカツかな。結構衝撃だったね。めっちゃ美味しかったよね。やっぱカツとミートソースの相性抜群で、あとでボリュームでしょ。いやもうめちゃめちゃ満足度高いですよ。すごかったよね。本当に美味しい。リよりは銀クマか。銀クマは確かに釜炊きのご飯がうんマジで美味しくて、なんかいや美味しかったね。米って炊き方でこんな違うみたいな。いやほんとそうだね。完璧だった。いやあそこ美味しかった。最後はいもう決まってます。めっちゃ悩んだんですけど、はい言います。はい、せーの、室蘭焼き鳥。アイスバターサンド。アイスバタそうだ六花亭のそれ忘れてたな。そうでも確かにそう、私はレーズンバターサンドかは結構全国の物産展とかで売ってるんだけど、アイスのやつは店舗でしか売ってない、そうだね。北海道でしか食べれなくて、本当に美味しくて動画外でも行ってますね。めちゃめちゃ行ってる。そうめちゃめちゃ行ってる。本当に美味しくてね、あれだから出る時にもうこれ食べれないのかしばらく函館の最後のやつは本当に最後だったからね。結構それで悲しくなるぐらいはいはいハマってやっぱ美味しかった。私は室蘭焼き鳥です。室蘭焼き鳥ね。あれすごい美味しかった。豚なんだよね。そう豚なんだよね。そうあんまこっちで豚の焼き鳥食べないから。そうしかもあれで炭火の感じで食べる豚の焼き鳥めっちゃうまかった。だから焼き鳥今まで食った中で結構なんだろう感動したっていうか、そんな感じですかね。そうですね、北海道はね楽しかったですね。楽しかった。本当に楽しかった。そして次いよいよ青森ですよ。そうですね。青森はねもうせーので言う4文字でしょ。何が一番印象に残ってるって。4文字？あいつじゃないの？これを見たら思い出さない？飯の話ね。違った？グラさんかと思った。グラさんが、俺それなんですけど、青森での一番の思い出はもうサングラスなくしたやつですよ。新調しました。はい。おめでとう。新調しましたんで。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本当にかわいそう。自業自得だけど。マジでね、本当にショックだったね、あの日。あれは自業自得ですよ、さすがに。それですよ。あとで日和が言ったのは塩手羽ですよね。そう、塩手羽。あれね。朝市がうまかったよね。あれうまかった。結構私はね、せんべい天ぷらがね。そう言ってたよね。結構感動したの。それせんべい天ぷらもそうだし、塩手羽も美味しすぎて次の週も行ったんで。2週間行ったからね。2週間行ったんで、実は。そう。しかも、ちょっと早めのね、時間にね。そう、1時間前倒しで行ったけど、結局1時間待つっていう。あれすごいよね、あの時間から。3時に起きて。あんだけ並んでんの。4時に並んだ。すごいよ、本当に。あとアップルパイも美味しかったし、あと、大葉のマグロも美味しかったしさ。はいはいはい。全部青森ですよ、それを。そうですね。でもねぶたもめっちゃ楽しかった。ねぶたも楽しかった。絶対ねぶた祭りに来たいです。そうですね。で、あと青森は結構左半分行けてないんで、ちょっと来年、ちょっと北海道からまた降りてくるときに行こうかなと。
けたらいいなと思ってますので。で、岩手ですか？はい。岩手はやっぱわんこそばじゃないあー、わんこそばね。そう、なんか美味しかったからいけたね、100も。そうだね。お楽しかった互い100いけたんでよかったですね。楽しかったね。見てない人いたら見てください。はい、ぜひ見てください。激闘してるんで。激闘します。あとはまあ三陸方面ですね。すごいやっぱ海岸沿い景色良くて。綺麗だったね。宇野須断崖とか俺結構あれ好きなんで。あれね、迫力がすごかった。私まあちょっと紅葉してたし。綺麗だったね。ね。紅葉といえば八幡平ですよ。そう。もうルート間違えてましたからだからね、別に八幡平自体は本当に絶景だったんだけど、そう、紅葉はね、なかなかうまくいかなかったですけど。なかなかうまくいかず。はい。で、最後は宮城ですか？はい。宮城はもう飯ですね。牛タン。牛タン。牛タンね、だって動画外でもう一回行きました。そうなんです。最後にね、もう一回行ったんですよ。しかも店員さんがね、めっちゃそう優しくて、もう狭い店でごめんねってもうお客さん全員に言ってて。でまた来てねっつって。そう人柄がね。そう。本当にそう。あと伊達政宗ってすごいなって改めて思うよね。そう思ったね。至る所にさ、これの名前の由来は伊達政宗がこう言ったからですみたいな。だから伊達政宗の命によって建てられましたみたいな。めっちゃ多かった。すごい多かった。あとね。日和山ですね。ああ、そうですね。日和山ですね。すごくない？日本一低い山の名前が日和山なんです。すごい。なんかね、縁を感じるよね。縁を感じますね。こんな感じです。楽しかった。そう、結局楽しかったです。まあ今年はね、もちろん旅も始めましたけど、はい、YouTube も始めて、はい、いろんな人から応援していただいて。いや、そうですね、本当に。いや、本当にね、本当にありがとうございます。本当、登録いただいている皆様、いつも見ていただいている皆様、本当ありがとうございます。おかげで楽しく旅をできてます。はい。が、まあ来年はね、またこのまま突っ走っていきたいと思いますので。そうですね。このままじゃダメです。今年以上に目標を達成、頑張っていきたいと思います。来年の目標とかはまた年明けに動画を撮ろうと思ってますので、予定とかね。はい。はい。そちらもぜひご覧いただければ幸いです。お願いします。まあということで振り返りはそんな感じで、はい。はい、一回食べていきましょうか。はい。でなんか最後になんかやりたいことがあるんですか？そうですね。じゃあちょっと食べ終わったらまた回しましょう。はい。はい、じゃあ一回食べます。はい。ということでごちそうさまでした。さあということで、はい。今年1年を振り返りましたけど、はい。最後にですね、今年の絵を描こうかとらしいです。思います。それがやりたかったらしい。さあスケッチブックを用意しましたので、ということで今年1年を表した絵を描いていきます。はい。結構自信作なんだけど。嘘。結構うまく描けた。俺も自信作。いや俺なんかそんな思ってるほどだよ。結構いい感じで、なんか面白くならなくてごめんねって感じで、結構自信。じゃあ日和から出していきます。まだ見てないですからね。はい。何個か描いたんです。はい。いいですか？いいですよ。それでは私の絵はこちら。まず。ああ、いいじゃん。めっちゃ良くない？ちょっと待って。パルピでしょ？ちょっと待って。めっちゃうまくない？やばくない？めっちゃうまいと思うんだけど。RP じゃんもちろん。あれさ、めっちゃうまくはない。結構自信作。めっちゃうまくはない。結構自信作。これが美瑛の夕日ですよ。あー、美瑛ね。この車から見た美瑛の夕日。あ、車からすげえ直で見てる。こうやって。でこれはまあ2人とも言ってたチャイニーズチキンバー。めちゃめちゃ上手。でまあラーメンいろんなところで食べました。上手じゃないっすか？これはね分かる。私ねラーメン食べてる肘とかこれいい。上手に。これいい。で青森の腕どうなったの？あ、間違えたと思って伸ばした。すごいじゃん腕。そこ。これ何？これは何？まあ綺麗ねえだよね。あ、動画にしてないよ。だからその話をしようと思って。じゃあ仙台城に行った時に顔はめがあったんだよね。で和装の男女の顔はめがあって、俺がその女性側にこうやって顔はめてたら、日和が写真撮ってその後ろからおばちゃんがってガチで言って綺麗どこがこれがのかそうこれは眉毛ないなんだよ俺面白くないよ全然面白くない日和の方が面白いかわいいそれは全然面白くないそれはないよ普通だもんだっていくよどうぞ俺の絵はこれです
ちょっと見して。はい。え旅であったマジっていう思い出を詰め込みましたね。これ誰なんですか？これ知床の熊です。なんで右手だけ白いんですか？本当だ。これ色は本当だ。茶色なくてさ。なんでさ、茶色なくて。熊もなんかちゃんとこう。さあ熊出没注意のポスターをイメージしてガオーってこういうやつ。よくこれで面白くない？これであとなくしたサングラス。まだね諦めきれない。まだ諦めきれない。ほら思い出風になって。確かに。なんでさこのお店は襖なの？確かに。この襖の定休日のお店なんてなかったよ。しかもこんな服の色持ってない。すごいでも横顔描いてる。いやすごいでしょ。おじゃこれ書いた時に今日俺は来てるわっていうことでということで、はい、これは自信作だからいつかこれグッズにしましょうか。しねえよこのクマをしない定休日 T シャツ誰が買うのこれ。定休日 T シャツにしましょう。そんな感じでいいですかね。そんな感じですね今日は。はい。まあ今日はだいぶ緩い動画となっておりましたが、はい、お楽しみいただけたでしょうか。はい、最後まで見ていただいた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そして2024年、はい、登録していただいた皆様、視聴していただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。2025年もパンストーリーをどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっと何本か、動画を更新したら旅動画が始まっていきますので、はい、またそれもお楽しみに。はい。ということで、本日の動画は以上となります。はい。この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。そしてインスタグラムもやってます。フォローお願いします。お願いします。はい。なんで昔のアイコンなの？これじゃない。違うっけ？今こんなんじゃなかったっけ？このアプリないですよ。なんかこの辺にこうやってついてるか。それでは皆さん。はい。良いお年を。良いお年を。良いお年をお迎えください。また来年。また来年。メリクリーメリークリスマスケーキ鈴の音で登場しました。何ですか？ありがとうございます。ケーキ作ってきた。ケーキ作ってくれてさ、ありがとう。どう？可愛いじゃん。可愛いでしょ？ありがとう。いってきます。すごいいった。一口。すごい。うまい。よかったよかった。うまい。ではさよなら。終わり？さよなら。